こんにちは。社畜デザイナーの小鉄です。この度、めでたく1万人を突破したので、節目として動画を急遽撮影しました。今日はこの項目について話していこうと思います。この動画を初めて見た人のために簡単に自己紹介をしておくと、僕は広告制作会社に勤務しているデザイナーです。広告業界の理不尽で過酷な業務の様子をルーティン動画として投稿しています。もし興味を持っていただければご視聴いただけると嬉しいです。8月20日にチャンネル登録者数が1万人を超えました。本当にありがとうございます。今この動画を撮影中はすでに1万3000人となっています。チャンネルの成長スピードが速すぎて驚いています。それに比べて僕は牛歩のような成長スピードです。こんなくたびれた社畜の生活をいつも見ていただいてとても嬉しいです。今までこの暮らしをしてきて人に心配されることは皆無でした。というかここまでの状況をあまり人に話すこと自体ありませんでした。特に親には心配かけまいと思い、仕事のことは伏せているという状況です。今回、いろんな人の心配の声をかけて、申し訳なさもありますが、とても嬉しい気持ちになりました。皆様、本当にありがとうございます。ずっと正座だと絵が変わり映えしないので、ここからは晩ご飯のミネストローネを作る姿とともにお届けします。実は登録者数がこんなに伸びるなんて思っていなくて、最初は年内に1000人超えたら十分と思っていました。それが6月くらいにナレーションを入れた動画を作り始めてから急激に伸びていって、あっという間に1000人を超えました。このあたりからもっとみんなに社畜の暮らしをわかりやすく伝えたいという思いが爆発し始めました。そして1000人から1万人へは1ヶ月ほどで到達しました。こんな感じの成長曲線で急激に増えていっています。ちょうど先月は1000人ちょっとだったので気持ちが追いついていないです。1万人と意識すると気が重くなるので、しばらくは1000人くらいの感覚で気負いせず投稿できればと思います。多くの人に見てもらえるおかげでコメントもたくさんいただくようになりました。励ましの声、心配の声、共感の声、社畜生活への意見などいろんな声がありました。あと、意外と手や声を褒めてくれる人もいました。中には厳しいご指摘のコメントもあったりもしますが、すべてのコメントもしっかりと目を通しています。できれば全コメントに返信をしたいのですが、仕事をしながらだと心に余裕がなく、返信を先延ばしにして返すタイミングを失ったりしています。なので質問に関しては質問コーナーの動画を撮ってそこで答えていこうかなと考えています。もし何か聞きたいことがあればコメントをいただければと思います。身長、体重、血液型、嫌いな食べ物、嫌いな人、嫌いな動物など答えられる範囲で答えるようにします。もちろんコメント欄からの返信も心に余裕があるときはするようにします。今後のチャンネルの方針ですが、自分なりに考えていることがあるのでお話しします。いつまでも今の会社に在籍していると、皆さんに心配をかけるだけでなく、足踏み状態でイライラさせることもあるんだろうなと思います。なので、今後は転職活動の様子も動画を通してお伝えできればと思います。もちろん今まで通り、今の会社での社畜生活も投稿していきます。ただ、今の会社を脱出したところで、変わらず広告業界のデザイナーを志望しているので、多分移った先もそこそこブラックかと思います。基本広告業界はどこもブラックだと思うので、過度な期待をせず、
いろんな会社を受けてみます。もし転職が成功しても、仕事の忙しさ次第ではありますが、YouTube 活動は続けていきたいと思っています。広告業界のブラックな生活を多くの人に知ってもらいたいです。デザイナーとしての目標は、最終的には広告代理店に行きたいなと思っています。僕は今、制作会社でデザイナーという身分でして、いろんな案件のデザインをさせてもらっていますが、自分がやったと胸を張っている仕事は少ないです。現状は広告代理店が自分たちの上にいて、企画も決まっていて、デザインだけ担当という仕事も非常に多いです。中には直クライアントもあり、自分で企画をさせてもらっていますが、もっとその規模を大きくしていきたいなと考えています。クライアントから仕事をもらっていて、こんなことを言うのは大変おこがましいですが、デザイナーをやるからには、根っこのところから自分が手掛けたものを世の中に残していきたいです。そのために広告代理店に移り、アートディレクターとして企画から担当していきたいと考えています。そう簡単にいくことではないと思いますが、広告代理店を目指して頑張ります。その様子も社畜生活を通してお伝えできるようにします。一方で YouTube での目標は、登録者数が1万人を超えたので、次は大きく10万人を目指します。と言いたいところですが、僕にそこまでのポテンシャルはないかと思うので、一旦3万人くらいを目標にします。マラソンでもいきなり10キロ、20キロを走り切ろうとするんじゃなく、目の前の電柱を目標にして走るのがいいと部活の先生に言われたことがあるので、見える範囲の目標を設定してコツコツと頑張ろうと思います。見てくれてる人も増えたので、投稿回数を増やしたいと思ってはいるんですが、いかんせん仕事が詰まりまくっていまして、回数を増やすのは厳しそうです。今のところ週1投稿ができていますが、あまりに忙しすぎるときは2週間に1回とかになるかもしれません。今、仕事の方で撮影案件がいくつもあって、それの準備にめちゃくちゃ追われています。もうすでに心が折れそうです。なんとか気合で仕事の合間を見つけて、撮影から編集を頑張ろうと思うので、もし投稿がないときは、やばいくらい忙しいんだなと思っていただければと思います。一応ツイッターもやっていまして、そこでは生存報告がてら、ご飯や寝る前にツイートしたりしています。生きているか心配な方は、ぜひツイッターを覗いていただければと思います。概要欄にリンクも貼ってあります。これまで仕事で精神を蝕まれ続けていましたが、多くの方に見てもらえているおかげで、日々健やかに働くことができています。少し前は YouTube を見るだけの立場だったのですが、意を決して投稿してみたことで、自分の中で大きな変化が生まれたような気がします。今後も自分の暮らしを投稿していくので、お付き合いしていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。